マウスピース型ボタンでございます。おお、口から何かが出てる。お、すごい、手が動いてないの違和感しかない。インパクトの瞬間に。完成形です。皆さんこんにちは。リジェクトロート G の時生でございます。はい、小作です。今回は、第23回の格ゲー研究室となっております。久しぶり。来ましたね。で、格ゲー研究室とはですね、格闘ゲームのプレイ向上のために様々なことを科学的に検証する企画となっております。で、今回は、はい、前々回の格ゲー研究室で紹介させていただいたガフロさん制作の奥歯ボタン、こちら覚えてますか？もちろん、絵面がめちゃくちゃ面白かったことがまず覚えてる。おしゃぶりで、そう歯を使ってやったと。そうで、結構早かったですよね。速度はやっぱりね、そうかなり歯が早いんじゃないかと。歯は早いってことで、ただなんかその角度が固定できなかったりとか、あと何でしたっけ、秒さんが使った時に、あれ僕その終わった後もいろいろ大会とかでも使ったんですよ。ワールドウォリアーとか。まあ誤動作とよだれだね。そういうお話をお伝えしたところ、よだれ問題に関してはマウスピース型にすれば解決できるのではないかという意見をですね、視聴者の方からもたくさんいただきまして、今回ガフロ先生に奥歯ボタンマウスピースバージョンというのを制作を依頼して、そちらが完成したということなので、今回はこちらの検証を行っていきたいと思います。ということでですね、早速ご登場いただきましょう。ガフロさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ簡単にちょっと自己紹介を。おしゃぶり型ボタン始祖のガフロでございます。はい、お願いします。今回もですね、無茶ぶりだったと思うんですけど、ある程度のその見込み当たったということで、今回ねお越しいただいて、ある程度はあんま自信ないんでね。そうなんですね。まあでもそういうのも的にはね、いいと思う。それでも含めての今回の検証ですので、なるほど、検証ですからね。ありがとうございます。はい、研究でございます。それではガフロさん、お願いします。はい、お願いします。じゃあこちらが、マウスピース型ボタンでございます。なるほど。どうでしょうか。おなじみの配線がやっぱり。そう。先ほど我々型取りしまして、そうなんですよ。マウスピースは作ったんですが、箸でタイヤを押し込めるの。やばい。そんなプルプル。上顎ってこういうこと？上の歯です。あとちょっとだけこっちです。もうちょいこっち。そこ。これはいい。これはバッチリですね。ここにボタンをくっつけたと。はい。なるほど。非常にシンプルな構造ではあります。なるほど。何かで覆われていますけどね。多分これが一番の肝になるんじゃないかと。なるほど。そうなんですね。はい。何で覆われているかっていうところから説明。これを覆っているのはコンドームです。なるほど。なるほどね。なぜこれが必要だったのかというと、なぜ気になりますよね。マウスピース型ボタンっていうと、スイッチと配線だけくっつければ、なんかとりあえず動くんじゃないかって思うじゃないですか。ところがそれが難しくて、人間の唾液って電気を通しちゃうんですよ。なので、そうなんや。口に入れっぱにしてると唾液ってどんどん溜まっていくんで、しばらくするともう押されっぱになっちゃうんですよ。そうですよね。
そうだ。なるほど。まあ単純に通電するっていうだけビリビリするとかそういうわけではないんですけど、ただボタンとしてはオンにずっとなっちゃう。なっちゃうから、まあ使えなくなってしまう。難しい問題だそれ。だからそこをどうやって解決するのかがめちゃくちゃ難しかったんですよ。なるほど。はい。何かで覆わなければいけないと。そう。確かに。でしかもその覆うものに関してもあんまりかさばるようなものだとボタンを押しづらくなっちゃうし、なるほど。何よりそのよだれの問題ってあったじゃないですか。そうですね。でよだれの問題の原因っていうのが口が半開きになっちゃうから、はい、っていうのがありましたよね。時野さんも言ってたと思うんですけど、なのであんまりかさばるようなもので覆って接着しちゃうと結局半開きになっちゃう。確かに。つけた時に口を閉じてないといけないんですよね。なので噛んだりとか衝撃与えた時に耐久性がめちゃくちゃ高いようなもの、しかもめちゃくちゃ薄くないといけない。なるほど。でそれを唯一できたのが、まあ、こちら。なるほどな。マウスピース全体を覆ってるんですか？これはいや全体ではですね、ケーブルを覆ってでその覆ってる部分だけなんか接着してるみたいな。なるほど。なんかこう縦にした方が見やすい。まあこんな感じ。試作型って感じなので、食品衛生法に適合した接着剤を使っているので、まあ安心して使っていただけるか。実際ご自分でやってそうです。はい。まあむき出しでのまま加えてみたりとか。実際それだとやっぱそのショートしちゃうっていうか、ツンでしっぱなしになっちゃう。なるほど。なんか最初は大丈夫なんですけど、なんかしばらくするとそのスイッチの内部にやっぱ入っちゃうんですよね。どうしても。なるほど、そういうことか。奥歯でボタンを押すっていうことを考えるのであれば、まあかなり最適解に近いものができたんじゃないかなとは考えて。なるほど。なるほど。ちなみになんですけど、今朝思いついてしまったことがあって、マウスピースなしで、コンドームだけで覆って、スイッチの部分の底辺だけ接着してるみたいな感じなんですけど、これでいいんじゃないかっていうよしあしはあると思うんですけど、甘噛みしとけばそこから位置はずれないと思うんですけど、位置を合わせる必要がまずあるっていうのと、マウスピース型だとマウスピースがクッションになってくれるんですよね。なのでその噛んだ時の衝撃を逃がしてくれるなるほどのがあるんですけど、こっちはそういうのがないので噛み砕いちゃう可能性が。確かに歯にもちょっと良くないかもしれない。確かに何万回もやったりすると。ただすごい簡易版としてすごい。そうですね。洗いやすい。そういうのもありますし。両方やってみて。そうですね。はい。せっかく思いついたんでということで。入れてみますか、じゃあ。ちょっとそうですね。やってみますね。はめます。待って、これ上だよな。上ですね。で下で押すのか。そうですね。あれこれ逆じゃないですよね。止まってます。どうですかフィット感。おへほ。おへほだけど。よがやかもんがうまく唇閉じれないですか。でも小作さんはいけてますね。おいけてます。ちょっとだからやばいとはされる。絵面はやばいとはされる。口から何かが出てる。これね、事前に端子ちょっと曲げといたんで。お疲れです。そうです。すみません。そういえばこれ状態が。オッケーですか。よかったよ。よかった。わからん。そういうことか。押せてるのは前も押せてたんだけど、おしゃぶりとの比較ですね。確かに。
ということでですね、実際にストリートファイター6のトレーニングモードでこちらのボタンの検証をしてみましょう。はい、時生さんお願いします。はい、お願いします。うん、はい。お、なんか今確かにすごい手が動いてないの違和感しかない。インパクトの瞬間に。おはよう。いや、おせそうっすね。おしゃぶりと比べてどうですか？コメントは難しいかもしれないですね、今。はい。おお、いや、なんか早い。スムーズ。いや、早いよ、これ。ナチュラルですね。見たことない顔してる。見たことない顔してる。そこなんですよね。見たことない。よだれだらーでばかり。それはまあしょうがない。マウスピースは多分そういうものなんですよ。はい、うん、確かに。ちょっと感想いただいて。いいっすか？はい。完成形です。進化マジでこれの方が全然やりやすい。確かに。安定感が違います。前にやったおしゃぶりを使うやつより。自分やってみていいですか？はい。やっぱね、ちょっとやっぱりね、意識は必要ですよね。最初に。全然意識してない。忘れてるよ。俺の指が偉い。俺の指の方が偉いもん。まず感触の話をしていいですか？絶対押しやすくなってるんですけど、口に入れる時思ったよりゴムが占める割合が高い。口パンパン。なんかもうもちゃもちゃになって。時生さんもしかしたらこれなんか接着とかの問題かもしれないですけど、なんか一瞬ボタン探すのにカチッてなるのに戸惑っちゃったんですけど、常に当たってました。じゃあこれ多分位置の問題だ。位置はこれは大丈夫だったんで。なんか探さないと押せなくなって。まあ多分そういうの多分調整が必要ってことです。わかりました。ありがとうございます。いや、ただね、これやっぱ早いっすわ。さっき時生さん見てて思ったし、自分も返せた時思いましたけど、ここを返さない分早いっす。そうだよね。よだれはどう？よだれはでも以前よりは全然ですよね。だってもう無理だったじゃないですか、ここから出てくるのは。口の中に留めておくことはできるといったところ。ただだから飲み込む勇気があれば、いや、そう。やっぱり違和感としてまだやっぱりねあるから、別にね、ちゃん綺麗なもんですから。そうです。飲み込もうと思えば飲み込める。そうです。全然使わなくていいんですけど、息吸った時にゴムがすごいプクって膨らんで中ですごいうわーってなった。ゴムは別に仮のそう。いや、改良の余地はおそらくあるでしょうけど、いやでもやっぱマウスピースいいっす。構造的にめちゃくちゃいいと思います。こちらのマウスピースなしバージョンよりもこっちの方が多分いいんじゃないかなと思いますけどね。まあそうっすね。一応やります。そっち時生さん試してみてくださいよ。一応もう一個あります。持ってきます。じゃあちょっと一瞬噛ませてほしい。まあでも好きなように噛んでもらえば。まあ終わってる見た目にはなるんですけど。でも口はパンパンなんだけど。でもね、これ固定できないっていう不安さはありますけど、これよだれは完全に解決されてる。全然問題ない。そう。あと普通に口が寂しくないです。スルメ一回抜いてから。そうか。これ本当普通に喫煙税におすすめの。あと話せる。
ああ、確かに。会話できる。待ってる。配信することも可能。ただ口にコンドームを加えてるっていう。奥歯にちゃんと挟まってないでしょ、小さく喋ってる。なんかいや常に返せますよ。別にこの会話しながらインパクト返せます。なんかずれちゃったり。全然いやでも結局その固定はされてないから、ちょっと面倒くはあると。一回も打ってこない。起きた。早い。ちょっと歌のそうなタイミングからちゃんと対応して。口ボタンマスターじゃないですか、時戸さん。みんなうまいんだよ。黒ボタン使い手だな。ワールドウォリアーやってたからね。そうですね。実践投入したこの経験値ありますよ。どうぞ、企画として。一長一短だね。いや確かにいいところもあるなと思う。安定感はやっぱマウスピースの方が、これはねやっぱずれちゃい可能性があるかな。でもマウスピースはマウスピースでやっぱ慣れてないから、やっぱここがちょっと違うと集中しきれないですよね、プレイに絶対。確かに。ということで今回、奥歯ボタンマウスピースバージョンを試してみましたけども、どうでした？いややっぱその改良であることは間違いないですね。いや本当に安定感もありましたし、時田さん的にはそうです。答えの一つだと思うんだけどな。いやね全然ありえますよね。ワールドウォリアーですか？ワールドウォリアー。いやもうなんならね上海オフラインでやばすぎんだろ。手応えはすごい良かったんで、引き続き使ってみて、でもね最近ね俺オフライン結構やるからもう海外勢にあっちまに広まっちゃうかもしれないですよ。確かにね。今後さらに良くするとしたらどういう部分をマウスピースをもうちょっと薄くするとか、で装着してる感を、慣れもあるんでしょうけど、装着してる感を少なくして、あんまりそこに意識を割かれないようにできたらありがたいなとか、だったらなしでいいんじゃないかって言われると、これはこれでやっぱ固定されてないんで、グッと来たと思って押した時にインパクトボタンないじゃんっていうふうに焦りを生んでしまいかねないので、そこら辺じゃないですかね。なるほど。マジな話、半分切っちゃダメなんですか？それ言おうとしてました。そういうのはあります。中央からはい確かに。ボタン側だけ。そうですよね。なんか部分入れ歯みたいな感じでね。そうですよね。直さん的には一安心されたと思うんですけど、そうですね。なんか途中で取れちゃったりとかしたらどうしようとか、いろいろ不安はありましたよね。いかんせん苦労したんでね。本当にねその口に入れても大丈夫なようなご配慮いただきありがとうございます。これアルコールで洗うのめっちゃ大変だった話をするの忘れてました。ローションで覆われてるからまず口に入れたくないし接着もできないんですよ。だからアルコールとか IPA でガシガシに洗ってもう全部落とさないといけない。洗って乾かしてですね。だから家になんかコンドームなんか5個ぐらいなんか干してる状態があったんですけど。最悪。以上格言研究室でした。ガオロさんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回の格言研究室ではですね、こちらの奥歯ボタンと、さらに前回紹介して反響が大きかった栗原先生式のですねインパクトボタンの反応速度を計測していきたいと思います。こちらもですねこの後、撮影しますのでガクロさんも引き続きねご出演いただけるということで、よろしくお願いいたします。楽しみですね。熱い。どっちの方がどうなんすかね。奥歯が早いんじゃないかなと思います。速さはね、毛髪とかをいろいろ考えて総合的なもんで最終的には判断しますけれども、今回は速度を測るということで、私はチョップ派閥としてチョップ派閥チョップ派閥ちょっと気に入ってたよね。チョップ派閥あれかなり手応えあるチョップ派閥。お楽しみにしてください。楽しみですね。それでは本日はこの辺でまた。14。どういうこと？どういうこと？